こんばんは。今日は世間で捨てちまえっていう話をしていきたいと思います。昨年からね、世界が結構大きく変わったので、自殺をされる方がすごく多いんですが、この自殺っていうものが私にとってはすごく本当に一言じゃないので、それを見ながらいろいろ考えてたんですけど、そこでは孤独がね、自殺を生んだんじゃないかっていうことを話してたんですが、確かに一因なんだけど、それが原因っていうのはちょっと違うかなって思っていて、この世界が変わっちゃう前からこれが自殺を引き起こすかなり大きな要因の中の一つだろうって思ってるものがあるんです。それが最初に言った世間体っていうものなんですね。世間体とか他人の目とか一般論とか、そういうものが人を自殺にかなり追い込む力があるって私は思ってるんです。いやいや、まあ孤独でも死んじゃうかもしんないじゃん。で、確かに孤独が慣れてる私みたいな人間でも長期間続くと確かにきついよねって思うんですけど、でもちょっとその孤独っていうものだけね、ピックアップして考えると、例えばあなたが今日から1ヶ月すっごい綺麗な小さい島、海が綺麗で空が綺麗で緑も綺麗で可愛い動物たちもいて、だけど危険な動物はいない。そして食料もちゃんと用意されてて、料理したりね、温めればいつでも食べられる。そういう環境で1ヶ月一人で生活した時に、1ヶ月後に死にたくなる人、私個人的にあんまりいないんじゃないかなって思うんですね。その死のうとした人がむしろそこに行ったら生き返るんじゃないかなぐらいに思うんですよ。で、みんなはどう思うかは自由なんですけどね。部屋で一人でいることっていうよりも、例えばテレビを見たら CM が流れる、何歳でこうじゃなきゃおかしいよねみたいな CM が流れます。で、今度スマホを見たらまたみんなこういうことやってるんですよ、あなたやってないんじゃないですか、大丈夫ですかとか、もちろん大事なことを言ってくれる CM もあるかもしれないですよ。だけどほとんどの場合、もうみんなあなたより先に行っちゃってるけど大丈夫、あなたちゃんとついてこれてんのみたいな CM って基本そういうのが多いと私は感じてます。だからそういう CM を一度でも見てしまうこととか、それによって自分ああいうとこ足りてないんだよな、自分って世間ができてることができてないんだよなとか、いろんな事情があると思うんですね。それをパッと心に直接入れてくるじゃないですか、広告っていうのは。一般的にこうだからお前はおかしいんだ、一般的にこういうラインに乗ってないお前は異常なんだ、そういう言い方をされるとほとんどの人すごく怖くなると思う。社会が怖くなる。周りの人が自分をどう思うのかって考えたら怖くなる。自分が生きてることが恥ずかしくなって消えたくなる。私はそういう世間体とか一般論っていうものは、いいことよりもそういう悪いことをものすごく生み出してるって個人的に思ってます。本当のこと言ったらさ、結構他の国はわかんないですけど、日本って結構割と何歳でも全然初めての職業とか試したりできる環境ではあると思うんですね。そういうことをちゃんと言わないで、もう大学出たらちゃんと就職しろよな、それを一生続けろよなみたいなことばっかり言うけど、別に会社辞めて起業してでお金持ちになりましたとかいう人だっているわけだし、言ったら小学校しか行ってません、中学校しか行ってませんみたいな人がめちゃくちゃお金持ちになっちゃうとかも全然あるし、まあ確かに限られた人の話とはいえね、条件的には大学行ったから大成功じゃなくて、その人の頑張りによって人生は変わっていく。で、別にそっから落っこち
中心で死んじゃったらそんでいいんですか？一般論なんだから間違ってないだろうとか、正しいんだから言ってやって自分はいい人間だとかいろいろ考えて言ってんだろうけど、その人が死んじゃったらもう終わりなんですよ。じゃなくて、もっと命を守る言い方をしませんか？みんながお前はおかしいっていうような人しかいなかったら、その人って本当に自分が自分であることが恥ずかしい、生きていることが苦痛になってしまうと思います。それっておかしいことじゃなくて本当に普通のこと。私は世間体というものがそもそも生まれる理由って宣伝とかやっぱりそういうセールスだと思います。人って恐怖で煽ればねお金出すみたいな心理戦、人からお金を取るために恐怖で人を煽るためにすごく使いやすい文句だと私は思ってるんですね。だから世間体っていうものを常識みたいに別に脳みそに入れることなくて、自分が死んじゃいそうになるくらいな、そんなもん捨てちゃえばいいっていうか捨てなきゃむしろ生きていけない、そんな他人の軸を自分の中に腐って刺すんじゃなく、自分で軸を持って他人の言ってることはもういらないよってパンって投げちゃうくらいじゃないと、世間体って人間が作ったルールじゃないですか。で、人間が作ったルールってすぐぶっ壊れちゃうし、すぐ作り直しちゃうんですよ。人の考えた軸ってもうコロ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 変わっちゃうんですよ。だからそんな変わっちゃうもうプレハブみたいなずっと残る有名なお寺とか神社とかそういうんじゃなくて、回転の速い話なんですよ。だからそんなもんをね、ものすごいものだっていうように見る必要はないって私は思ってま